こんにちは、ペンタロウです。やらかしました。鬼の激安に釣られて勢いで R15 を買ってしまいまして、せっかくなので XSR155 も気になるという人の予習のためにも R15 の走行感覚や良いところ残念なところをまとめて紹介しようと思います。YZF-R15 なんですけれども、廃盤のためだと思うんですけれども、新車がドドンと出血大サービスの大幅爆安で売られています。現在の価格性能比からすると目ん玉飛び出る信じられないお買い得モデルなので狙い目かもしれないですね。ヤマハの155シリーズはベースエンジン自体が共通で R15 と XSR155 はギア比なども同じなので R15 に乗れば XSR155 の走行感覚の様子もおよそ雰囲気がつかめると思います。ヤマハの155ってどんなだろうと思う人は試しに最強コスパ化した R15 をゲットしてしばらく乗ってみるのも良いかもしれないですね。 YZF-R15 なんですけれども、いやこれくらいでいいんだよねっていうのがおよその感想ですね。125と車体が同じでエンジンパワーがぐぐっと上がってるので125よりだいぶ楽に走れます。エンジンは VVA という可変バルブ作動機構があって低回転側と高回転側で効率よくパワーが出るようにスムーズに切り替わるようになっています。急にガクンとレスポンスが変わるという感じでもなく普通に乗ってて全然境目はわからないですね。ガンガン回さないともたつく125とは違って普通の道を普通に走れるくらいの出力なのでストップ&ゴーは普通にこなせます。とはいっても155なので一速である程度ギュンギュン回した方が俊敏には走れます。そして回した方が多分楽しいのでひたすら勝ち回して走るのがおすすめですね。初動の俊敏さレベルはペンタロー所有バイクを参考にするとダントツ1位はチートキャラ電動バイクの川崎 ZE-1 です。こいつの爆発力は凄まじいですね。もはやジェットコースターというそれくらいの感じです。その下に大型バイク全般が来て次いでホンダ CB250R そしてホンダグロムという風な感じになります。その下くらいに YZF が R15 くらいなイメージですね。グロムは125なんですけれども低回転トルク重視のセッティングなのでスタートは有利だと思います。川崎 W230 などは R15 とどっこいどっこいかなどうかなくらいのイメージなんですけれども R15 の方がスムーズにエンジンが回るので一速で回せば R15 の方がだいぶ俊敏です。あくまで体感なので参考程度にしていただければと思います。やっぱりある程度回した方が心地よいバイクなので回すのが好きじゃないっていう人はグロムとかスクーターの方が多分楽だと思います。パワーはあくまで 155cc なりなものの車体は125クラスの軽量なんでまさにイメージはパワーのある 125cc バイクですね。一般的な 250cc バイクより軽々軽快です。どこでもスイスイ走れるのでご近所用にしても山道走りに行ってもいろんな付き合い方ができるんじゃないかなと思います。取り回しも鬼の軽さで多少の坂でもスルスル転がせますね。このくらいだとだいぶ気軽なので気負わず走り出せるというのがメリットじゃないかと思います。 R15 はセパハンにしてはハンドルが切れなくもないので狭い場所の切り返しも困るほどではないと思います。 XSR155 の方は最小回転半径がもっと小さいのでより取り回しが楽だと思います。おそらく R15 はセパレートハンドルの前傾姿勢ですけれどもバーハンドル並みに雑に気楽に旋回できますね。ハンドルまでの前方距離が近いのでハンドルに上半身の体重がかかりやすくもないっていうのがセパレートハンドルに慣れていなくてもハンドルをガシッと抱えてしまってコントロール性を損なうというようなことも少ないのかもしれません。セパハンに慣れる目的にも良さそうで経験浅めの方もそれほど無理なく扱えると思います。さて皆さん大好き乗車姿勢ですが前傾率は175センチで 48.5%、160センチで 57%、なかなか厳しい前傾ですね。以前公開した前傾率ランキング動画では国内メーカーすべての中で12位でホンダ CBR250WR より深いです。 CBR650R と近い水準くらいではやぶさとか CBR600WR と大して変わらないポジションにはなりますね。ただハンドル位置は低いものの前方に遠くはないので腕が長い人ほど前傾には感じにくくなると思います。前傾大好きのヤマハ社の中ではかなり楽な方ではありますね。ただ R3 と R25 の方がだいぶ楽なのでそれよりだいぶきついと思っていただければイメージは合うんじゃないかと思います。シート高は 815mm、 そしてシートとステップの垂直距離を画像から推定するとおよそ 475mm くらいなので足は多くの人が窮屈に感じるんじゃないかと思います。もしくは地面が遠いと感じるかのどちらかですね。全体的に普通の SS ポジションでその中ではやば
くない方くらいなので、窮屈感もご褒美と思って乗れというメーカーからのメッセージですね。クラッチレバーは激軽のスカスカで、まるで空気です。小指一本でいけるんじゃないかというくらいなので、握力に自信がなくても多分余裕だと思います。クイックシフターがオプションで用意されてまして、電スロではないのでアップのみ対応という風になってます。このクイックシフターはなんと今新車買うとおまけでついてくるようで、コンフォートガードキットというカウルガードパーツとのセットでおまけになっているようです。ペンタロはこのおまけをそのままもらって自分でクイックシフターの方だけつけたんですけれども、それなりに工具さえあれば作業自体は簡単です。ただカウル全部ひたすらたくさん外すので、これがだいぶ面倒でした。積載性は特に良くはなく、部品もあまりないですね。エンデュランスのキャリアなどがあるので、この辺は使えそうです。GB のキャリアというのもいけそうなんですけれども、国内モデルの適合というのは確認できていなくて、大丈夫なんじゃないかと思うんですけれども、その他汎用のシートバックとかサイドバックとかで気合で頑張っていくというのが、積載の基本パターンになりそうな感じではあります。そして燃費と航続距離、こちらは燃費が 50.2 キロ、タンク容量11リットル、計算すると航続距離は 552.2 キロと鬼の長距離対応になってます。いつになってもガソリンが減らないので、燃料系がおかしくないかっていうふうに逆に心配になるくらいの燃費の良さになってます。高速道路のエンジン回転数は時速100キロで、理論値が7400回転、まずまず高回転キープで走ることになります。このエンジン割と回しても平気というか、回すためにあるというか余裕な感じもあるので、意外に高速道路も普通にこなせる感じになってます。80キロだったら5900回転程度なので、それくらいでゆったり走行するのが楽なんですけれども、90キロくらいも特になんともなく、前傾姿勢でカウルもあるので、時速100キロ弱くらいキープで走るというのも問題ないかなというふうな水準ですね。少なくとも SR400 より直進安定性が高く圧倒的に楽です。あとはセローよりも安定して振動がだいぶ少ないので、こちらも楽ですね。スズキの GSX250R よりエンジン振動が少ないですかね。感じないというか、なのでそれよりも楽に感じて、W230 よりパワー感があって楽っていう、そんな個人的体感です。高速で軽く遠くまで行って、そしてワインディングを走ってくるという、そんな使い方がベストマッチな感じがします。ギアの対応速度なんですけれども、6速30キロも OK という説明書を信用すればそういうことになるんですけれども、随分トルクバンド広い感じがしますけれども、確かにぼーっと雑に6速キープで走ってもなんとかなる感じです。とはいえ 155cc なので、低速で高いギアはボボボという感じでだいぶもっさりになってしまうんで、実際はもっと低めのギアで走った方が楽ですね。どちらかというと高めの回転数を使う方が楽しいバイクじゃないかなと思います。加減速が少ないシーンであれば低回転でもどうにでもなるような性能ですね。オプションのクイックシフター、こちらは電スロではないのでアップのみ対応というのは先ほどお話しした通りなんですけれども、2速にアップする時のショックはもうだるま落としでズドンと落とされたくらい結構な大きさなんで、クラッチ使った方が気持ちが楽ですね。3速もややショックが大きめなんで、ペンタロはだいたい2速3速はクラッチ使うことが多いんですけど、4速以上へのアップはそれほどショックがないので、上の方は積極的にクイックシフターを使っても不快感はあんまりないです。YZF-R15 は構造上シフトペダル位置の微調整がしづらいという割と単純な構造になってるんですけれども、クイックシフターの部品をつけるとシフトペダル位置の微調整ができるようになるので、こちらの恩恵の方がメリットが大きそうな気もします。シート下はですね、 R15 は一応ちょっと物が入るスペースがありまして、近年稀に見るスペースの広さなんですけど、説明書には小物入れっていう風に書いてありまして、多分たまたまうっかりスペースが空いてしまったので、せっかくだから小物入れって書いておくかっていう、その程度だとは思います。ネジを外したりとかいろいろしないとそのメインシートが外れないので、結局シート下にアクセスするのが面倒なんですよね。なのであまり有効活用はしづらいと思います。メーターはモノクロ液晶になってます。見づらくないので OK でしょうね。これくらいのクラスなんでこんなもんでしょう。そしてミラーなんですけれども、これはですね、残酷なまでに全く見えないです。このくらいのサイズのカウルミラーというのは見えないものが確かに多いんですけれども、それにしても見えないですね。後ろは腕を外に広げて脇の間から見るっていうのが必須。横の車線も広く見えないので常時目視は必須っていう、
そんな感じでですね、だいぶ厳しい感じです。先日こき下ろした XSR900GP のバーエンドミラーというのがありまして、あれもだいぶ最悪クラスなんですけど、それが恋しくなってくるほどこの R15 は全く見えないという非常に残念な仕様になってます。体が細身の人なら少しいけるかもしれないですね。もうこの R15 もバーエンドミラーを増設して4つ目にするか、あとはバックモニター機能のあるモニターをつけるかとか、どうにか対策を考えているところです。ただないよりマシくらいではあるものの、一応ミラーとして機能はするので、そのままでも頑張って走ることは走れます。車両の価格に関してはメーカー希望小売価格は税込み55万円になってます。この動画配信時点ではメーカー在庫を激安販売中という話を先ほどしてますけれども、込み込み45万円以下くらいでは買えそうです。最安を探していくと30万円台もありそうなので、気合を入れて探せばかなりお手頃価格のものが見つかるかもしれません。維持費については燃費はリッター 50.2 キロで燃料レギュラーなので、燃費がいい話は先ほどしてますが、燃費が爆裂よく高速も乗れるので、ガソリン価格が高い時でも夜は安眠できそうですね。オイル量は 0.85 リットル、フィルター交換時で 0.95 リットルっていう風な形になるので、1リットル缶1つで常に余るので、こちらも経済的です。バッテリーは YTZ6V、意外に高いようですね、こちらの銘柄。CB400 スーパーフォアとか CB1000F のものと大体同じくらいの値段で売ってます。台湾ユアサのものなら5000円くらいなんで、その辺で代用する手もありますね。タイヤはフロント180、リアが140/70、ともに17インチです。純正装着同等品が全個セットで Amazon とかで1万5000円から2万円くらいで売ってるようです。さらに安い銘柄というのを探していけば、工賃込み2万円前後もいけそうですかね。全体的にコストは 125cc、155cc レベルの中ではフルサイズということもあって、ミニバイクやスクーターにはかなわず多少高めっていう風な形になってます。数値を見ていくと、車重は141キロ、103キロのミニバイクホンダグロムほどのおもちゃ感ではないんですけれども、楽々転がせる重量です。 R25 と比べてもかなり軽いので、高速を走れる軽いバイクが欲しいという人には結構マッチしてるんじゃないかと思います。エンジン性能は最高出力が19馬力、1万回転、最大トルクが14ニュートンメートル、7500回転になってます。ちなみに同じ軽二輪カテゴリーのペンタロー所有バイク 250cc のホンダ CB250R、 こちらは27馬力の23ニュートンメートルなので、さすが250と150の違いは大きいですね。子供と大人くらいの性能差があります。車重もほぼ同じなので CB250R の化け物っぷりを再認識したりもします。車体サイズはまあまあ小ぶりですね。駐車スペースも狭くていけるので、このサイズ感はだいぶありがたいです。シート高が 815mm で、日本のバイクユーザーボリュームゾーン年齢層の平均身長近辺の人には多分ちょうどいい高さです。女性はかなり身長高めの人でないとちょっと扱いづらいシート高になってますね。ローダウンキットで下げる技もあるので、ある程度どうにかなるかなとは思います。小回り関係なんですけれども、最小回転半径は 2.8 メートル、セパハンなのでこんなもんかなっていうくらいですね。3メートルいってないのでよしでしょう。参考までに XSR155、 こちらバーハンドルですけれども、こちらの海外仕様は 2.2 メートルらしいので、およそその水準で国内モデルも来ると思いますけれども、 2.2 メートルクラスは十分に扱いが楽ですね。まるで自転車のヤマハセローとかミニバイクのホンダグロムは 1.9 メートルという驚異の最小半径なので、この辺は取り回しが超絶楽なんですけれども、そこまでとは言わないまでも XSR の方は十分楽だと思います。同じく155のエンジンファミリーなんですけれども、仲間たちを見ていくと NMAX155 がまずあります。これは地図が表示できる大型ディスプレイが追加されて、まず最近人気が上がってきましたね。ホンダの PCX-ADV に一矢報いるかくらいな、そんな形になってるかなと思います。あと同じくスクーターでいうと X フォース、こっちは足元フラットのスクーターですね。値段はこちらの方が安いです。トリシティ155、国内販売終了になりまして、どこかに在庫があればこの動画配信時点だとギリギリまだ買えるかなと思います。そして XSR155、発売日前なんですけれども、この動画配信時点では先日ラジオチャンネルで紹介している通り3色での発売になってまして、ヤマハの 125cc
シリーズは XSR も YZF も MT もエンジン型式が同じだったんですけれども、155はですね XSR が G3Y5E、 R15 が G3U4E という風に型式が違うのでエンジンの内部仕様が違うようです。ただ出力、トルク、ギア比と減速比も同じなので性能に大きく関わる違いではなさそうですね。そしていろいろ噂される YZF-R2、 こちらは海外で商標登録されていまして、アジア方面で近年発売されるかもしれないという噂が以前からあります。全体が155ベースでパワーが上がると相当使い勝手が良くなりそうなので、ペンタロウは今 R2 に興味津々です。ということでまとめていきましょうか。 YZF-R15 が向いている人は軽量バイクを探している、そしてパワーより軽さだ、あと高速道路も普通に使う人、見た目は SS っぽい感じがいいというところですかね。エンジン回すの結構好きという人も向いてると思います。そして本格ポジションで体を痛めつけたい人、あとは値札に値下げの赤札があるとそそられてしまうバーゲンプライス大好きな人ですね。 R15 は本当にとにかく安くなっていてお値段が魅力的ですね。そして性能的にも下道から高速までそつなくこなせる、そんなポテンシャルがあるので様々な用途に使えてコスパ最高のマシンだと思います。激安化の今はコスパ最強の激推しモデルなので、底値の今ならジクサーより R15 をおすすめするというところです。ただ前傾姿勢はだいぶ深い方なのでそこは注意した方がいいですね。ヤマハ155はまた他のバイクとの比較などにも登場すると思いますので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイポいただけるとありがたいです。ペンタロウ LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話90円のメンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。